これからジュームさんとの特訓の時間だ。今日こそ一本取れるように頑張ろう。やあ、ここにいたのかルシオ。あなたは確かラナンさんでしたっけ？ああ、君のことはセティアたちからよく聞いているよ。噂通りジュームにしごかれているようだね。立派なクリスタルの戦士になるためですから、厳しくされるのは仕方ないです。向上心があるのはいいことだ。さて、これから少し時間はあるかな？すみません。ジュームさんとの特訓の予定が入っていまして。そうか。なら問題はないね。特訓が。君はこれから私と共にアードラ大陸へと向かい、コアクリスタルの回収を行うこととなる。先日、3つ目のコアクリスタルの位置が判明したんだ。しかし、今回は少々気をつけてもらいたいことがある。私たちのいるこの世界と、その他の世界とでは、時間の流れが隔絶しているんだ。はい。だから僕たちはいかなる時、いかなる場所にも赴けるとお聞きした気が。その通り。そして私たちはこれから、君とセティアが言った時間よりも、少し遡った時へと向かうようだ。なるほど。過去のアードラ大陸に行くということですね。ああ。だから言動には気をつけてくれたまえ。先の時代のことをむやみに口にすると、何かしらの影響を与えかねないからね。歴史にはあんまり詳しくないので、大丈夫とは思いますけど。無知だからこその安心、というわけか。まあ問題ないならいい。早速、アードラ大陸へ向かうとしようか。だから、ジュームさんとの特訓が。光の意志からの命令は何よりも優先される。君もクリスタルの戦士なのだから、それくらい分かっているね。それは、確かにそうですね。コアクリスタルの場所が分かったのは重要なことですし。理解が早くて助かるよ。では、ウェゼットへ向かうとしようか。ちなみになんですけど、ジュームさんはこのことを知っていたりは。時間は貴重だからね。もちろん伝えてはいないさ。やっぱり僕出発する前にジュームさんに報告を。すぐに出発すると言っただろう。報告は帰ってきてからいくらでもするといい。そういう問題じゃ。じゃあ行こうか。いや、話を聞いてください。ルシオ、どこに隠れたの？今日は修行をつける約束だったのに。ああ、ルシオならラナンに連れてかれてたよ。3つ目のコアクリスタルが見つかったって。ラナンと？それは気の毒。あの人は私なんかよりもずっと厳しい。確かに、私たちの何倍も強引なところがあるかもね。ついにこの日が来たぞ。クーリ様に取り入ることができるまたとない機会が。この日のためにどれだけ苦労したことか。領民どもを奴隷のように働かせ、我が領地を栄えさせ、しかしそれも今日まで。他に取り入って成功した奴らを見習い、献上金は準備した。我が領土で取れる鉱石資源の情報を共に献上すれば、クーリ様もお気に召してくださるはず。
私は今日成り上がるのだ。民にわざわざ聞こえるように、あんな己の価値を自ら下げていることに気づいていないのかしら。この国の貴族たちは民のことなんて何とも思っていない。民はどんなひどい扱いをされても、貴族は王や軍と癒着しているから反乱を起こすなんてもってのほかだしね。でも嫌気がさしたところでこの国を出ることすら叶わない。西は敵国ホルン、逃れるには危険すぎるわ。リオニスは同盟国だけれどフェネスとの睨み合いが続く不安定な場所。結局ウェズエットが一番安全なんだね。圧政と貧困にさらされていても。このままだとウェズエットは終わりよ。私たちがこの国を変えていかないと。そうだね、姉様。びっくりした。雪原に出たと思ったらいきなり魔物に襲われるなんて。報告に上がっていたコアクリスタルの魔力による凶暴化現象か。やはりこの地にコアクリスタルがあることは間違いないようだね。ほら、あそこに見える大きな城、あれがウェズエット城だ。すごい。だが今日は観光をしに来たわけじゃない。私たちの使命はコアクリスタルを回収することなんだから。はい。しかしこの近くにはコアクリスタルの反応がないようだ。わずかな痕跡は感じるけれど。ということは誰かに持ち去られてしまったのでしょうか。その線が妥当だろうね。魔物の胃袋の中という可能性もある。胃袋ですか。嫌な思い出が蘇ってきそうです。何にせよ私たちのやるべきことは変わらない。たとえ邪魔者が現れようともね。どうやらお客様は空腹らしい。牙もむき出しで今にも襲ってきそうじゃないか。もしかしてこの魔物たちもコアクリスタルの影響を受けて。だろうね。しかし魔物風情がコアクリスタルの加護を受けるだなんてどしがたいことだ。クリスタルの戦士としてこんな暴挙を許すわけにはいかない。早急に駆除してやろう。後悔する間もなく一瞬でね。実に手応えのない相手だった。凶暴化していた割には動きが鈍かったような。よく気づいたじゃないか、ルシオ。ジュームやセティアとの旅は無駄ではなかったようだね。空腹状態なのに加えこの寒さだ。まさに極限の状態と言える。そんな状態でコアクリスタルの加護を受けたとしても大した強化には至らないだろう。
元となる肉体が衰弱しているのだからね。なるほど。獲物を見つけたら即座に襲う。その迷いのなさだけは評価に値するけれど、まあそれはさておくとして、いくら弱いとは言っても数を相手にするのは少々骨が折れる。早々にウェズエットへと向かい、情報収集を始めるべきだろう。いい情報がすぐに見つかるといいですね。そうだね。円滑に物事が進むのを祈ろう。一通り聞き込みましたが、コアクリスタルの情報は有力なものがありませんでしたね。それにこの国の人たち、なんというか覇気がないというか、すごく疲れた人ばかりで。ああ、私の方でもこの国を取り巻く現状を調べておいた。情報によると、ウェゼットは現在西の大国ホルンと一触即発の状況のようだね。互いに睨み合いの状況が続いている。民は国から逃げ出すこともかなわず、貧しい生活を強いられているというわけだ。貧しいですか。そうじゃない人もいるみたいですけど。あれは貴族だからね。王に媚びを売り、裕福な生活を保証してもらっているのさ。そんな、あんなに苦しんでいる民を放っておいて裕福な貴族ばかりをひいきするだなんて。こんなにも大きな国がどうして民の不平等さに目をつぶっているんだ。さあね。そもそも我々には関係ないことだ。気にしたところでせんなきことだよ。そんな言い方。ここに来た理由を忘れるなよ、ルシオ。コアクリスタルを回収すること。それが我々の使命だ。大体この境遇に甘んじている時点で、彼らは救いようのない存在なんだよ。自らの境遇を変えるためにどうすべきか、それを考えもせずに、何かが変わるのをただ口を開けて待ち続けている。ああ、なんと愚かなことだろうか。思考放棄をするから虐げられるのだと彼らは気づいてすらいない。私はね、ルシオ、そういう奴らのことが大嫌いなんだ。ヘドが出ると言ってもいい。何かを変えたいのなら考え行動するべきだ。それすらしない弱者のことなど考えるだけ無駄なのだよ。それはでも、あまり彼らのことを責めないでやってくれないかしら。あなた方は？私はグラセラ。一応この国の次期王位継承者ということになっているわ。僕はカディア。グラセラ様の妹で親衛隊だよ。王位継承権を持つ者か。これは大物と出会えたようだ。王位継承者ともなれば王族だろうに。大層なご身分だが、私たちに何用かな。民の置かれた立場をこの目で見て、現実から目をそらさないために。城下そうしたら聞こえてきたあなたたちの会話が少し気になってね。もしかして僕たちが圧政に異を唱える反乱分子だと？いいえ、私も同じなの。圧政と貧困にあえぐこの絶望の状況を変えたい。姉様は誰よりもこの国と民のために心を痛めているんだ。見ての通り、ウェズエットは諦めの空気に満ちている。まさにそんな中で国のありようについて討論している人たちがいるんだもの。気になるのは当然でしょ？
少々声が大きすぎたというわけか。ルシオ、今後はもう少し声のトーンを下げるように。いや、僕よりもラナンさんの方がヒートアップしていたような。あなたたち面白いわね。あまり見ない顔だけど、他国から来たの？ですね、なんと言ったらいいか。コアクリスタルというものを探して旅をしているものとでも認識してもらえればいい。普通のクリスタルとは形状も輝きも異なる少々珍しいものなのだが、そういったものに心当たりはあるかな？コアクリスタル？ごめんなさい。私じゃお役に立てそうにないわ。一応確認させてもらうけど、それはクリスタルの一種なのよね？姉様、それだったら。ええ。ミンウが知ってるかもしれないわね。そのミンウという方は？クリスタルや魔法の研究に詳しい人物よ。私の仲間の一人で、今は他の仲間と共に拠点で待機しているはず。ここで会ったのも何かの縁ってことで、ミユに話を聞いてみようか。ラナンさん、どうしますか？当然その提案を承諾するよ。迷う余地などどこにもない。わかったわ。じゃあついてきて。我が施設部隊息吹の詰め所まで案内するわ。今戻ったわ。ミンウはいるかしら？グラセラ様、お呼びでしょうか？この人たちにあなたを紹介したくって。コアクリスタルという珍しいクリスタルを探しているらしいの。こんにちは、ルシオと言います。ラナンだ。君がミンウ城だね。はい、ミーウと申します。グラセラ様に仕えております。最近珍しいクリスタルが見つかったという話を聞いたりしてはいないか？珍しいクリスタルですか？そういえば確か。何か知っているの？これはウェズエット城にいる仲間からの情報なのですが、つい先日新種のクリスタルが発見されたそうなのです。お探しのものと同じかどうかは私には分かりかねますが。うん、現状の最有力候補だ。驚いた。まさかこんなにすぐに情報を手に入れられるとは。お二人はそのクリスタルが何なのかをご存知の様子。もしかして危険なものなのですか？本来の用途は危険な代物ではないのだがね。愚物が私利私欲のために使っていいようなものではないのは確かだ。聞けばこの国は大国ホルンと一触即発になっているそうじゃないか。ならば有事の際に戦況をものにできる強大な力を軍が求めるのは道理だ。コアクリスタル内に秘められている莫大な魔力は軍事転用するにはうってつけと言えるだろう。おまけに、これは僕たちも最近知ったんですが、魔物たちが魔力に当てられて凶暴化してしまうんです。だからコアクリスタルがこの地に存在していること自体が危険を招くかも。なるほど。それは少しまずいかもしれません。何がまずいの？確か研究のために運ばれることになっていたはずだと聞きを読んでいます。運ばれる先はあの魔法研究所です。やっぱりそうなるよね。もし仮に本当にウェズエット軍の手にコアクリスタルが渡れば大幅な軍事強化につながってしまう。もちろん悪いことばかりではありません。軍事転用ではなく民の生活のためにその力を使うことが可能ならば
民を幸せにすることも夢ではないでしょう。貴族が利権を独占し搾取し続けるこの国にとって民は消耗品と何ら変わりませんので。どうしたルシオ？何を考えている？すみません、ちょっとこちらへ。皆さんに聞かれるわけにはいかないので耳を貸してもらってもいいですか？構わないよ。僕たちがコアクリスタルを置いていけばこの国を豊かにすることができるかもしれません。しかし僕たちの行動がそれを邪魔してしまう。人々を救える方法を僕たちが奪ってしまうかもしれないんです。そう考えると自分の行いが正しいのか少しわからなくなってきて。なるほど。この地の民を救うためなら責務を放棄することも厭わないと。そんなつもりじゃ。一つ助言をしよう。君もクリスタルの戦士であるなら迷うな。迷いとは自信のなさから生まれる。己の僕の自信。道を見失ったら思い出したまえ。己の責務を、それを全うすることを最優先に考えるんだ。悩むことはいい。だが迷うな。迷うのではなく思考を止めるな。ラナンさん。それにこの国の問題はこの国の人間のものだよ。部外者である我々が首を突っ込んではいけない。余計なお世話という言葉を覚えておきたまえ。そうですね。すみません。僕たちのやるべきことから目をそらしてはいけませんよね。世界の均衡を保つためにもコアクリスタルを取り戻しに行きましょう。それが。ああ、当然だ。それで良いのだよ、ルシオ。あなたたち何を話しているの？ああ、すまない。こちらの話だ。気にしないでくれ。それで民雨城、その魔法研究所というのはどこにあるのかな？雪原を抜けた先です。距離はそこそこありますが歩いていけない距離ではないかと。情報を感謝する。ではその魔法研究所とやらに運び込まれる前に接触するとしよう。情報ありがとうございました。僕たちはこれで。ラナンさん、待ってください。嵐のように去っていったわね。結局彼らは何者だったのでしょうか。さあ、ただ悪い人たちじゃなさそうね。さてそろそろ私も行かなければ。姉様。心配しないで、カディア。クーリに呼び出されただけだから。お気をつけください、姉様。あの人はとても冷酷な人だから。ええ、わかっているわ。この世界の誰よりもね。最初にここに降り立った時と比べて魔物たちの凶暴さが増してきている気がしますね。コアクリスタルとの距離が縮まってきているという証かもしれないな。事実、反応はあまり遠くはない。これならすぐに追いつけるだろうね。でも
こんな調子で戦い続けてたら進めるものも進めないような。では魔物の毛皮を身にまとうというのはどうかな？毛皮を？何でしょう？寒さ対策ですか？戦闘を避けるためのアイディアだよ。魔物の匂いで私たちの存在を消し、襲われる頻度を減らすんだ。魔物は縄張り意識が強い。同類の匂いだと気づけばむやみに襲っては来なくなるだろう。なるほど、さすがラナンさん、いい案ですよ。そうと決まれば魔物の毛皮を剥ぎ取ってくれたまえ。わかりました。では僕はこっちを、ラナンさんはそっちをお願いできますか？私は刃物の類を持っていない。頑張ってくれたまえ。そんな。雪の中でも暖かいのはいいですけど、血生臭くてめまいがしてきました。匂いの隠蔽には適するが、この案は改良の余地があるようだね。ラナンさん、今ウェゼットとホルンは戦争中なんですよね。正確には戦争開始寸前だけどね。どうして戦争は起こるのでしょうか。みんなで仲良くすれば誰も不幸にならずに済むのに。それは人が迷う生き物だからだよ。迷う生き物ですか？迷いは猜疑心を、圧力を生む。圧力は敵を生み、そして争いを勃発させる。これが戦争の仕組みだ。自分が生きるためなら他者を平気で蹴落とし見捨てる。だから格差が生まれる。君も見ただろう。貧民になど目もくれない貴族の存在を。人間は我々が思っているよりも醜い存在だ。他者のために自分を犠牲にできる者など人間の中にはそうそういはしないさ。僕はそうは思いません。何？今まで僕が出会ってきた人々はみんな他の人のことを思いやれる素晴らしい方々ばかりでした。ビネラさんとティレルさん、そしてダリオさんが教えてくれた大切に思いやって心をつなげる力。ひたむきな信念を貫くために己の道を進み続けていたカミーロさんにエルシレールさん、そして待つのではなく自分たちでこの国を変えようとしているグラセラさんたちも。人は醜いばかりではないと以前の任務を通して知りました。だから僕は人を信じたいです。彼らはきっと争いのない平和な世界を作り出すことができるって。甘い考えだな。未熟と言ってもいいね。だが迷いのない素晴らしい考えだ。少し君を見直したよ。見習いだと聞いていたけれど、私の思う以上に君は旅を通じて成長しているようだね。ラナンさん、その考えを大事にしたまえよ。何があろうとも絶対に曲げないことだ。芯を曲げさえしなければそれはきっといつか君の支えとなってくれるはずだからね。はい。吹雪が強くなってきましたね。視界も随分悪いですし。ラナンさん、どうしますか？ラナンさん、私とあろう者が何ということだ。どうされたんですか？
ルシオ、落ち着いて聞いてくれ。道に迷った。今我々は遭難している。グラセラ・ウェズエット、参上いたしました。遅かったではないか、グラセラ。わしを待たせるとは随分と偉くなったものだな。姿勢の様子を確認しておりました。それで何のご用件でしょうか。貴様がわしから王位を継承する上での条件について説明しておこうと思ってな。条件ですか。貴様も自分の出自は知っていよう。そのことが公になる可能性を考えれば貴様に王位を継がせるのは容易ではない。故に憂いの目を未然に積んでおく必要がある。そのための試練とでも思うがよい。それで条件とは。何、簡単な話だ。貴様の母方の一族すべてを消せ。それだけだ。は？聞こえなかったか。母方の一族老頭を皆殺しにしろと言ったのだ。待ってください。それが王位を継承する条件だと？お戯れが過ぎます。これが冗談を言っているように聞こえているのか。ではお聞きします。一体その行為にどのような意味が。貴様の母は貴族の血筋ですらない。そんな者の血を引く貴様が君臨するなど臣下は認めぬ。そして貴様を王の座に据えたわしにも下賤な血を王族に混ぜたとして批判が及ぶである。故に貴様の出自が漏れる前に懸念点をすべて消す。そんなことのために母上を皆を。貴様ならわかるだろう、グラセラ。高貴でない血を引く者を王にさせるためには多くの者を納得させねばならぬのだ。そのために貴様が王になる上で足かせとなる者どもは邪魔なのだ。だから殺せとそう言っている。承服いたしかねます。このようなふざけた条件など。可否は聞いておらん。やれとそう命じておるのだ、グラセラよ。あなたは人でなしだ。わしを愚弄する者は許さぬぞ。誰であろうとも絶対にだ。王を愚弄する土壌の存在すら許さぬということですか。たとえ親族の命を絶ってでも。当然だ。わしの言う通りにしなければいずれ大規模な内乱が発生するだろう。貴様の出自さえ隠すことができればそれを防ぐことができるのだ。国の在り方を変えるという考え方は
ないのでしょうか。ウェズエットは今までこのやり方で他国に侵略されない大国となったのだ。足を止めるわけにはいかない。犠牲なくして国は守れぬ。王とは時には非常な選択をしなければならないものだ。未熟な貴様にはまだわからんだろうが。失礼します。愚かな娘、おとなしく従えばよいもの。報告します。どうした？グラセラ様が息吹を引き連れウェズエットを立ったとの情報が入りました。放っておけ。よろしいのですか？構わん。手は打ってある。グラセラよ、その先に希望などないぞ。遭難しかけていたところに洞窟があってくれたのは良かったですが、まさかこんなに魔物が潜んでいるとは思いませんでしたね。我々の敵ではないがね。失せろ！キリがない。妙だね。ずっと考えていたんだ。コアクリスタルは世界の均衡を保つためのもの。つまりは究極的にありとあらゆるものが安定した状態を目指すことを目的としたものだ。そんなコアクリスタルが魔物の凶暴化という不安定な現象を引き起こすのは不自然ではないかな。それはコアクリスタルの膨大な魔力に当てられて気が立っているせいなのでは？誰もそれを証明していないだろう。つまり本当にそれが原因かどうかは定かではないということだよ。確かに今まで深く考えていなかったかもしれません。光の意志の加護下にあるコアクリスタルが果たして世界に害をなすものでしょうか？コアクリスタルには我々が知る由もない秘密が隠されているのかもしれないね。もしくは我々の知っているコアクリスタルではなくなってしまっているのか。どちらにせよ人の手に渡るのはまずいだろうね。軍事転用されたが最後コアクリスタル自体が争いの火種になりかねない。そのためにもまずはここから脱出しないといけませんね。ああ、背中は任せた。二人でここを突破するぞ。はい。ようやく吹雪が収まってきたわね。姉様、前方に人影が。あれは城下町で姉様と一緒にいたルシオさんとラナンさんですね。コアクリスタルを探しに行くと言っていたはずですが。放ってはおけないわね。おや、
誰かと思えばウェズエットの次期女王様じゃないか。その言い方はやめて。グラセラでいいわよ。ラナンさんがすみません。グラセラさんたちはこんなところで何を？同じ質問を変えさせてもらうわ。あなたたちコアクリスタルを探しに魔法研究所へ行ったのではなかったの？吹雪のせいで道に迷ってしまいまして。土地勘のない者がこの雪原を吹雪の中進むのは危険かと。それなら君たちに案内を頼むことは可能かな？知っての通り我々は道を急いでいる。迷っている暇などどこにもないんだ。確認させて。魔法研究所についてコアクリスタルを発見したらどうするつもり？協力を頼むのだから説明ぐらいはしておくべきだね。というわけだよ。世界の均衡を守るためにコアクリスタルを回収しに来たクリスタルの戦士。だからウェズエットからコアクリスタルを奪還すると。つまりはそういうことね。ああ、その通りだ。世界の均衡を守ること、それこそが我々の使命だからね。すみません。ウェズエットからしたら敵対行為に移りますよね。問題あるまい。彼女たちはウェズエットの手にコアクリスタルがあることを望んではいないだろうからね。なぜそう思うの？そもそも魔法研究所に運び込まれるという情報を渡してくれた時点で気づいていたさ。そして今グラセラ城、君の目には激しく燃える怒りの炎が見える。その矛先はウェズエットという国か。ならば彼らがコアクリスタルの力を得るのは好ましくないはずだ。だから我々がコアクリスタルを持ち去るのが目的ならば利害は一致する。それを確かめたかったのだろう。我ら二人だけではコアクリスタルを奪還できないかもしれない。そうすればウェズエットの軍事力が強化され、手のつけられない事態が引き起こされる可能性がある。あくまでも可能性の話だけどね。姉様。魔法研究所にコアクリスタルが運び込まれてしまったらラナンさんの言う通りになってしまうと思います。聞かせて。私もかつては魔法研究所で働いていましたので、あそこの危険性は重々理解しているつもりです。莫大な力を秘めたコアクリスタル、軍事転用が実現してしまえばウェズエットは最強の切り札を持つことになる。運び込まれる前に何とかしないと取り返しのつかないことになってしまう。どうやら選択肢は一つしかないようね。それにしてもあなたたちにはお見通しだったか。グラセラさん、何があったんです？そんなに怒りをあらわにするなんて。実は我々はクーリへ対抗する反乱軍を結成することになっている。クーリってウェズエットの王の？ええ。あの男を王の座から引きずり下ろす。そうしなければこの国に未来はない。一体どうして？やめるんだルシオ。これはウェズエットの問題。我々が踏み込むべきではない。ウェズエットの軍事力が強化されるのは我々にとってはあまり好ましくない展開なの。あなたたちさえ良ければ僕たち息吹も協力させて。ラナンさん、どうしますか？当然了承させてもらうよ。そもそも道案内を頼んだのはこちらなのだからね。迷いの時間が長かったことは減点だが、あなたの選択を私は尊重しよう。コアクリスタル奪還のためあなたたちを利用させてもらう。ええ、存分に利用してちょうだい。
見つけたわ。あれがウェズエットの輸送部隊よ。コアクリスタルはきっとあの馬車の中にあるわ。魔法研究所まではあまり距離がありません。すぐに襲撃するべきだと思いますが。機を待つ必要はないのか？奴らの布陣に隙はないぞ。僕は今すぐ攻め込むべきだと思います。ほう。魔法研究所に運び込まれる前にコアクリスタルを回収しなければならないんですよね。それなのにここでじっとしているなんて僕にはできません。それに魔法研究所には他のウェズエット兵たちがいるかもしれない。戦力が増えてしまう可能性がある以上、ここで決着をつけるべきです。実に考えなしだね。無謀と言ってもいい。だが筋は通っている。え？ルシオ、君の案を採用しよう。たまには考えなしに動くのもいいだろう。だが覚悟はしておきたまえよ。きっと厳しい戦いになるだろうからね。はい、ありがとうございます、ラナンさん。ではすぐに戦闘を開始するわ。これよりコアクリスタル奪還戦を開始する。息吹の力をウェズエットの奴らに見せつけてやれ。総員突撃！これで終わりだ。ラナンさん、コアクリスタルは？案ずることはない。見ての通り回収は無事に完了したよ。よかった、うまくいったみたいですね。策も何もない正面戦闘だったがね。しかしだからこそ敵の隙を突くことができたようだ。グラスラさん、協力してくれてありがとうございます。礼は不要よ。コアクリスタルがあろうとなかろうと、いずれはこうなっていたわ。君はウェゼットのようにコアクリスタルを利用しようとは思わないのかな。それこそクーリに対しての切り札となりうるはずだがね。いいえ、私たちはウェズエットを自分たちの手で変えてみせる。それに人の手に余るようなものに手を出すほど落ちぶれたつもりもないの。仮にコアクリスタルを使って勝利しても、またその力を狙う者たちが現れる。新たな争いの火種になりかねないものを生み出すわけにはいかないわ。君のような人間が王となれば平和な国という夢物語を実現できるのかもしれないね。夢を夢で終わらせないために私がいる。世界の均衡を保とうとしているあなたたちと比べると少しスケールは落ちてしまうかもしれないけど。グラスラさん、僕たちは必ずあなた方の世界を守ります。だからあなたは少しでも多くの人が希望を抱いて生きられる未来を築いてください。そしていつか僕たちにそんな素晴らしい未来を見せてください。ええ、約束するわ。私は必ずこの国を、この世界を変えてみせる。そのためにもまずは力を蓄えないと。潜伏し反乱の機会が訪れるのを待つ。だから本当はあなたたちにも反乱に協力してもらいたいところだけど、そうはいかないでしょ。力になれずすみません。
僕たちには使命がありますから。そうね。使命。それぞれの使命を成し遂げられるように、互いに頑張りましょう。はい。話は終わったか、エルシオ。終わったのなら早くこちらへ。異変を察知したウェズエットが援軍を送ってくる前に、ここから退散するとしよう。ではグラスラ城、そして息吹よ、異なる世界の異なる場所から君たちの栄えある未来を願っているよ。本当にありがとうございました。約束する。この国を絶対に変えてみせると。お疲れ様ルシオ。私の想像をはるかに上回る働き、とても素晴らしかった。ありがとうございます。それに考えるよりも先に動くことの大切さというものを今回は学ぶことができた。私もまだまだだね。今後とも君からは多くのことを学ばせてもらうことになりそうだ。そんなに褒められるとさすがに照れますね。随分と待たせてくれた。ジュームさん、おかえり二人とも。今回はかなり手こずったみたいね。私との特訓をすっぽかすなんていい度胸。先輩を軽視するその根性、叩き直してあげる。待ってください。事前に連絡できなかったのはそもそもラナンさんが。まあまあ待ちたまえよジューム。ラナンさん、もしかして僕をかばって。特訓をするのならルシオの欠点を克服させてあげたまえ。彼はどうやら左からの攻撃に弱いようだ。そこを重点的に鍛えてあげればきっと彼も喜んでくれるはずだよ。わかった。ラナンさん、助けてくれるんじゃないんですか？立派なクリスタルの戦士になるんだろう。そのためには強くならないとね。話は終わった？待って。え？何の光？何が？ほう、これは。ラナン、何か知っているの？思い当たる節があるくらいだよ。ラナンさん、今憶測の息を出ない者は口にしない主義なのでね。口を閉ざさせてもらうよ。まあまあ、今回の旅でもいろいろ勉強になったんでしょ？ならきっと経験が新入りくんの糧になって強くなった証拠だよ。大いに喜んだらいいと思うわ。強くなったら体って光るものなんでしょうか？聞いたことないわ。そんな。光終わったのなら早くこっちに来て。だから違うんですって。ジュームさん、待って。新たなクリスタルの戦士。